きますっていう。あ、そうね、そこポイントなんですよ。台本がないというかリアリティだなって思います。僕らがただ僕らであるだけなんだけど、やっぱり不安になることとか心配になる時あるんですけど、本日のニュースボックスは世界中で話題の、Netflix で配信中恋愛リアリティ番組ボーイフレンドの出演者全員に来ていただきました。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これだけ一堂に会することがもうないので、本当にね、すごいですね。全員揃うとこんなに、もうしかもだいぶ絵で伝わってるかわかんない、ギュッとしてます。ギュッとしてます。だいぶギュッとしてます。はい、だいぶ挟まれてますね。一番挟まれてる。そしてですね、はい、今回はインタビュアーとして、メイクアップクリエイターのギュテさんにお越しいただきました。みんなの憧れ、ギュテ様です。すごい。大変光栄です。この場に入れることが。ちょっとギュテさん、改めてなんですけど、もちろんもう見られたと思います。はい。ちょっと感想を聞いてもいいですか？聞きたい。まずもう第一に、この日本からこの番組が生まれたってことがもう本当に嬉しくって、結構閉鎖的な国じゃないですか、日本って。その中でこの番組があることによって、こう当たり前に男性同士でも恋愛をしているってことが世間の方にこう知ってもらえたきっかけになったかなって思うので、こう色物っぽく思われずに、もう本当に当たり前にそこに存在しているってことが、この作品を通して伝わったらいいなってすごく思いましたし、実際その見た時に、なんか本当にキュンキュンするんですよ。そう、なんかもう本当にキュンキュンするので、なんか見てほしいです。皆さんにとりあえず。最初の試写会みたいなのあったじゃないですか。はい、パーティーみたいな。僕も行ったし、もう熱量っていうか、僕結構映画の試写会よく行くんですよ。あんな騒いでる試写会僕大変本当に楽しかった。あれやばかったっすよね。すごかったですよ。なんか何かのムーブ起こるたびにみんながもうふわーすごかったです。盛り上がりが。あれこそ見てほしかったぐらい皆さんに。そうすごいやっぱ僕もそれをなんか目の当たりにしたから、あこれってすごいこう普段僕が言ってる映画の試写会とか、番組の試写会も全然違う。あこれ全然日本に足りてないじゃんっていうのが思ったんですよ。僕も確かに。だからなんかその盛り上がりみたいなのがこう配信後いろんなところにこう伝わってたりとかして、で今ここに至ってるっていうので改めて皆さんに今日はいろいろ聞いていきたいと思いますので、改めてよろしくお願いします。イエーイします。まあここに番組いろいろテーマ映ってますが、用意してますので、ギュテさんなんか気になるところなんかボーイズ聞いていきたいとかありますか？配信が始まってから2ヶ月一応経ってるんですけど、その皆さん的に反響がどんな感じで来てるのかなっていうのがすごい気になるところではあります。やっぱフォロワーも増えたりだったりとか、街でこう歩いてるだけで声かけられたりとか、いろんなことがあると思うんですけど、皆さん的になんか反響あったなっていうエピソードあったりしますか？なんかありますか？はい。じゃあアランさんから。光栄でございます。お願いいたします。まあフォロワーもね多分みんな増えてるし、でも一番やっぱり嬉しいなって思うのが、普通になんか行くところとかなんかお店だったりとかで出会うその見てくれてる人ファンたちの反応が可愛すぎて、そうなんかはっみたいな。やられるときに、そうって言っちゃう。そう見てくれてありがとうございますなんか実際に会ってないんだけど、なんかもう全部きっかけになってるっていう感じも。なんか、アランね。アランでしょみたいな。なってる感じがあるから。そう、別に気持ちわかるかもしれない、すごい。そう。で、なんかやっぱり全員が本当に大事で、なんか自分の、すごくやっぱり、普段表現できなかった部分とかも、ボーイフレンドの生活の中で表現できたと思ってるし、その発見できた。それを知ってるから、それを見て僕のやっぱり大事に今後していきたいものに繋がってる人たち。だから、そうやって、そことやっぱり挨拶ができたりとか、直接ありがとうって言える、その時間がすごく僕は素敵だなっていうか大事だし、ありがとうって毎回、思います。ありがとうっていいですね。カズとお店やってるからさ、会いやすいじゃん。そうだ。そう。どういう感じで？もう結構まだお店に
いらっしゃるんですか？立ってるもんね。いるんですけど、殺到しちゃうお客さんが。カウンターのところにちょっと一応立ってたんですけど、もうそこにいると本当に仕事できないぐらいいやそうですよね今もうキッチンの中に入ってる状態看板娘。なんですけども、なんですけどもうみんなキッチンこう覗いてきたりとか、もうなんかちょっと外出た時とかにもうはぁみたいなキャーってなりますよね。キャーみたいになって、ちょっともうすごいことになって料理どころの騒ぎじゃないですよね。騒ぎじゃなくてもうこんな反響があるとはもう予想してなかったので、予想以上だったんですね、やっぱり。そうですよね。まあちょっとこう来てくれるかなと思ってたんですけど、こんなにしかも7月からもうずっと、多分8割9割はもう今ボーイフレンド見た人。見たお客さんで、すごい。また海外からも多分いらっしゃる方も海そうですよ外からもいっね。ぱい来てくださって、マジっすか。どこからす来ましたごいですよね。すごい。もう聖地巡礼どころの騒ぎじゃないいらっしゃるから。すごいことですよ。僕に会いに行ってよりかはそのみんなのこと好きだけど、会う機会があんまないから僕が多分、いるっていうのは分かりますそうです、よね。僕が多分確実に会える人みたいない。会いに行けた。なんでだから思いを伝えられたり、伝えてもらったりとかしてます。その誰々君が好きでとか、言われてもって思いますよね。もちろん家族も好きなんですけど、分かるわかる。実は誰々こうしてみたいな、あ、じゃあ伝えてきますねみたいなはい。感じのことちょっと背負っちゃってるかもしれない。背負わせていただいて、お疲れ様です、本当に。皆さんは実際出演もされて、でも見て、この間ウォッチパーティーとかもありましたけど、見てなんかこう映ってないところ出演者同士なんかこれ話し合ったなとか、なんかそういうことってなんかあったりしますかっていうのをちょっとぜひお聞きしたいなと思ってたんですよね。未公開トークってやつそうですそうよね。そう。一番早々に出ていかれた優作さん。確かに。まあ仕事があって先に早めに出られたじゃないですか。はい。それは結構もう最初からもう決まってたことだったのか、急遽それが入ってしまって出なきゃいけなくなったのか。最初から決まってました。じゃあ分かってる上で生活をしてたんですね。そうですね。切ないなんか。それ切ない。してる時の期限付きの生活で。期限付き。あ、そうだったんですね。誰も言わずに。誰にも言えなかったですね。どこまで自分がこうなんか恋愛できるのかなみたいな感じで過ごしてました。まあそうですよね。2週目見ると実は優作さんの見方変わるっていう期限がね、他の人よりも短いからっていう目線でちょっと見ちゃうっていうのがこれ2回目ポイントです。確かに楽しみ方ですね。これちょっと違うそうなんですよ。先に出ちゃうのね、優作だけじゃなくて。確かに。玄ちゃんも出ちゃうもんね、先に。出ました。寂しかった、最後の晩卒餐。業しますって言って泣きました。僕も泣きました。泣きます。僕たちみんな泣きましたね。行ってきますっていう。あ、そうです。そこポイントなんですよ。よくそう聞いててくれました。いや僕ね、そうもうね久々にちょっと見返してたんですよね。その時に行ってきますって言って出るのを俺真似しようと思って。いやさよならって言わないってすごい大事だなって。で別にねだって一生会わないわけじゃない。だからこの行ってきますで出ていくって、でももうそこまでもう一人で感情盛り上がってたからもうそんな文脈気にしてなかった。急に行ってきますね。みんなも行ってらっしゃいってみんな言う。うわ確かに。鳥肌立ちます。自分自分で聞いて。そうでも本当うわすっげえと思って。でも本当そう、人生は行ってきますです。もう全部。もうそれをもうポリシーにしてるんですね。そうですそうです。行ってきます。全部全てが経験だし。だからもうさよならとかじゃなくて行ってきます。これからの人生もね、走っていくし。みんなで行ってらっしゃいって言ってくれたからすごく嬉しかったです。メモに書きましたもん。現世行ってらっしゃい素晴らしいってメモに書いてある。トピックとして。そうなんです。今日絶対言おうと思ってもまさか言ってくれると思わなかった。僕の周りのお友達がみんな現世さんのメロメロになってて、嬉しい。なんのこと多いんですよ。一昨日かな、整体行ってたんですけど、整体の先生も現世さんのファンで、別に今日僕が仕事すること知らずに、なんか現世君って仲いいんですかって言われて、まだお会いしてないんですけど、みたいな。結構いらっしゃる。嬉しいです。本当ですか？いつも見てます。逆になんか、すいません、相思相愛ということで。相思相愛。僕も見てて思ったことは、結構僕、共同生活、今まで経験がないんですけど、一緒にこう共同生活を
まあそれこそ、まあ、面識ある方もいらっしゃったかもしれないんですけど、パッて急に集められて、さあ暮らしましょうってなるわけじゃないですか。ここは絶対にこう理解できなかったとか、共同生活する上で、ちょっとここは、まあ、気をつけてほしかったなとかあったりしますか？そうですよね。びっくりしたみたいなことですよね。まあ、鶏肉はさておき。それで全部終わって30分くらいなん鶏肉はさておきなんですけど、それ以外のところでなんか、りょうたさんりょうたさんって。やっぱなんかモデルされてた、まずその、優作さんそうですけど、でもなんかこう、食事とか、なんか直結する、食事って多分、いろんな仕事に直結すると思うんですけど、なんかそこはなんか、みんなでも筋トレを頑張ってる人がすごく多くて、確かにみんなタンパク質の摂取量がこんだけ取んなきゃこれになれないんだっていうその食事量と、炭水化物とかもちゃんと取ってとか、そういうところは僕今までどっちかっていうと脂肪量を取らない、あんまり取らないとかやってきたんで、みんなと同じ量のご飯を食べてとかしてて、こんな食うんだすげえみたいな。それじゃあ優作さんのにがなんか鶏肉みたいになってたけど、意外とみんな確かにみんな食うよね。みんな結構食うね。まんべんなく鶏肉を大食いでもない。誰か大大食いですよ。俺めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。でも大さんも筋肉すごいですよね。でも2人はすごすぎて、あんま参考にならない。その規模が違くて、トレーニングの。一番最後に入られて、なんかこう、みんなに馴染むのが早っと思ったんです僕。えらいナチュラルにやって、それがすごいなと思って。それどう、なんか一番最後に入った、そのなんかみんなもうだって一応、もうちょっとグループになるわけです。なってるところに、最後一人でなんか気にするみたいな。もともとこう、誰とでも仲良くなれる性格だったので、どっちかというと、まあ入れるかなっていう恐怖心もあったんですけど、もうみんながもう温かく迎えてくれすぎて、そこがやっぱり大きいかなと。初日からね、こうやってなんかスーパーマンみたいにしてましたもんね。測定してましたもんね。すごい時計用だなって思いました。あの布の走ってるやつ何回もこすり続ける映像でも何回も奥でこうなんかもうネットミームになりそうなそのレベルであれだけ繰り返されるんじゃないかってぐらい。今回オフショット思いトークとかあるんですけど、事前にちょっと何枚かですね写真をメンバーにいただいていてですね、楽しい。これをちょっとなんだこれ誰が何を選んでるかランダムしております。すごいオフショットって感じがすごいする。左上の絵は誰？あれね。描かれたのが僕の顔でりょうたさんですか？ありますよね。描いたのがシュンなんですけど、ボーイフレンドの多分中盤ぐらいの話数で僕がご飯食べてる。オレンジの時とご飯食べてる時に僕の背後にやつがいて、あれ描いたのは中に一瞬。すごいでもすごい結構キャラデザがすごい味わい深い感じ。何回も心配してもね、大丈夫みたいな。あれ書かれた気持ち今どんな感じみたいな。本当に大丈夫って何回も聞いたぐらい。言ってくれた。悪意を持ってありがとう。あれ一回輪郭取ったらちょっと大きすぎて削ったっていう。だんだんことですよ。ヒゲっぽく見えてる部分。だんだんシェイプシーって多分シェイプされてる。そんな大きくなかったみたいな感じ削ってるってことですか？多分そうかもです。あ、そうなんだ。一応グラフィック整形。シャドウかな。シャドウかも。首のシャドウ？なるほど。だとしたら正解だと思います。めっちゃ似てます。めっちゃ似てますね。春大がイケメンすぎるんですけど。いやでも、写真やばいね。前々の写真やばい。あれ、バイバイの右下っすか？そう。僕が渋谷駅で降りた時に。大とバイバイした時。そう。でさ、その時に、渋谷になんか乗ったら超上がるねとか言って、夢を膨らませてしたバイバイです。本当に最後の写真みたいな。そう、本当に最後の、そう。もう、ね、グリーンルームから帰って東京着いてバイバイする写真。実際渋谷駅にね、あんな大きくボーイフレンドって飾られてて、皆さん写真撮ってましたけど。気になる自撮りが多すぎる。いや、本当に。左下誰だ？大か。おしゃれですね。洋服好きですか？
洋服好きです。おしゃれですなんかさっきからちょっと緑の服っていうのがね、ちょっと収録前からちょっと定期的に話題になる緑。今手間さん緑着てるし。全然気にしてないけど、たまたま緑だけだったんですけど。うわ、シュンの写真。わー、いい写真、しゅんさんのいい現世の写真最高。どうなってるのかわかんないですよ。ゴーカードの時マスクしてあれかぶって、ヘルメットしないといけないんだけど、誰かに撮ってもらいました。俺です。あと大工の髪切りました。切ってもらいました。おー、真ん中。そうです。ゴミ袋か。ね、なかったよね。でも撮影の休みの日もみんな来てくれた。全員の髪切りました。全員来てもらった。そう。いや、俺それ気になってて、俺なんか定期的にさっぱりするなって。僕もすごい思ってました、それ。あ、そうなんですね。後でお支払いします。すいません。あ、正解はもう。てか海鮮丼マジでうまかったよね。美味しかった。あれ、今の時のそう海鮮ですね丼ですか？あれいつだったっけ？これは撮影した撮影したけど、出なかったけど、結局優作が体験をして、その後伊藤が行った時にみんなで食べてた。へー、じゃ記あ本当に憶今回だ。力すごい。今俺食ってないと思ったんだけど、普通に。でも食ったんだもんね。記憶から飛んでる。そんなことある？ここでなんですけど、優作がいた時はちょっと揉めたんじゃないですか、みんな。はいはい。肉の予算で。でも優作がいて、伊藤が入ってきたからはちょっと売り上げが良くなっていたので、そのお金余ったんですよ。多分3回とか食べさせてもらって、ごめん、ゆうさん。食べながら、本当に優作みんなごめん。おもろすぎる。なんか優作さんね、飛び立って失ったもうね、みんな鶏肉分がなってくる。でも良かったですね。良かったです。みんなの食が優しい。誰の手本さんが可愛すぎる祭りみたいな。やばいな。やばいな。スマイル。あれは犯罪者のあれは説明させてください。指名手配犯とかですか、あれは。じゃああれもスマイルっていうホラー映画があって、映画ね。そうね、そう、あれはみんな、初めましてだったんですけど、ほとんどが。それから影響されて、上のしゅんさんもう若干ペニーバイズ気味ありますよね。かも。なんか、ホラー弾きながら、動画撮って。弾きながら電子ピアノですか？そうです。何に乗せてるんだろう？下に。真ん中のカズトさんの頭をポンポンしてるんで。誰ですか？誰ですか？手押し。誰ですか？もうこれ手本さん。これどうしたんですか？これって多分最初にご飯食べながらみんなを動物に例えると何かって話をしたんですね。でその時に私がカストのことをリスって言ってあんなに座ってるとこ見るとリスって言ってて、その絵か。でもリスわかるかもしれない。コーヒーのやつリスっぽいです。確かに。あれはあれりょうた。そう、あれは僕とカズトがコーヒートラックで行った時に僕がラテアートのハート初めて成功したやつで。そうだ。ラテアートめっちゃ思い出じゃん。その中でハートが初めて成功した時の写真。すごいささやかな、めちゃめちゃ日常ささやかな記念写真ってやつですね。ちなみに今テモさん言ってた動物に例える話ってみんな覚えてる？それぞれ何か多分覚えてないの？ライオンって。シュンからライオンって言われました。ライオンっぽい。怖い人って思われた僕って。そうです。りょうたがハリネズミ。ハリネズミだ。でも髪型当時ツンツンの。確かに。あれすごい好きでした僕。他誰だったっけ？なんかカワウソ。優作なんだっけ？ゴリラ。俺なんだっけ？ちょっと待って、ゴリラ。もうちょっとみんな考え。でもさ、3ひねりぐらいした方がいいんじゃん。ゴリラでしょ。犬？いや、そんな可愛い。なんだろう、犬で。そう、大型犬な気がする。なんだったっけ？カバ。ちょっと間違ってる。いい加減にして。本当に。カバだと思ってるってことでしょ。かわいいカバ。かわいいカバ。赤ちゃんカバってこと？赤ちゃんカバ。ヒゲ付き。
この唇も怖いなぁ。全然可愛いけど。可愛いよ。可愛くはないね。なんだっけ。俺いなかった。いなかったか。その新しくないリスで。話命名してくださいよ。確かに。動物に例えたら猫だ。大ちゃんなんだっけ。なんか変な犬って言われたら、なんだっけ。ポメラニアンみたいな。ポメラニそれみたいな。ポメ。何だよね。そう、何の犬それみたいな。犬だった。ちょっと待って、カバやばくない？カバはしんどいよね。カバ感ないよ、でも。でもそういう話がありました。なるほど、なるほど。しかもなんか、未公開写真なんですけど、やっぱ内容全部知ってから見ると、すごいキュンキュンしますよね。だって右上の写真、ハート持ってますよね、2人で。これ初めて行った時だね。さっきのコーヒートラックの写真の日の夜。夜というか。2人で、なんか、お互い田舎出身なんですけど、そういうトークとかもして、最後、記念写真みたいな時のハートがあって、これで撮ろうみたいな。勘違いしちゃいません、あれされたら。僕だったらすぐ好きになっちゃう。あ、勘違いさせちゃう系か。つませぶりなんだ、そうやって。勘違いさせちゃうんだ。恋人岬みたいな感じの場所で。シチュエーションもあれだね。余計にじゃないですか。確かに。取らない選択肢もあったのに思わず。詰めてます。鋭いです、テホンさん。そうなるかもしれない。でもね、なんか鐘みたいな。あ、そう、鐘鳴らしたい。楽しかったね。鐘まで鳴らしたんですか？次行きましょう。次行きましょう。鐘まで鳴らす。次行きましょう。今回視聴者からですね、今回僕らインタビューするってことで、質問、ボーイズたちに質問ありますかって言ったら、なんとですね、もうほぼ100近く、しかも半分以上、海外から皆さんに質問がいっぱいあると。そういうことなんだ。僕もびっくりしました。質問事項、ほぼ英語でした。もう本当にびっくりして、やっぱこのボーイフレンドが、世界に、すごい反響高いなっていうのを、改めてそこで分かったんですけど、で、ちょっとだけピックアップしたんですけど、ぜひちょっと、キテさんなんか、1個目とかぜひ。皆さんで番組を視聴されてる YouTube ですかね、あれは上がってたと思うんですけど、自分のシーン以外で一番キュンとした瞬間は何だろうっていう質問が。これ聞きたいんですよね。聞きたいですね、メンバーの。あ、挙手制だ。じゃあ、第3。りょうたこしさんの、カズトさんとアランに、サンドイッチ作るシーン。最後ですね。最後の方。もう、素晴らしかった。確かに、はい。なんか、寂しいのかもしれないけど、一番、なんか、ハートが見えました。あそこに、たくさん。なんか思いしめてはないですもんね、あれはね。サンドイッチ食べながら噛み締めました。あれはどういった思いで作ったサンドイッチですか？あれは、でも2人が喜んでくれたらいいなっていう、その気持ちと、そうですね。美味しく食べてほしいなっていう気持ちを込めました。なんてピュアなんだろう。養ってあげたい、本当に。養ってあげたい。やばい。ちょっとカットで。なんか他なんかありますか？はい、伊藤さん。僕はもう玄生さんがりょうたくんにネックレスをプレゼントする。ああ、いいシーン。キュンとしました。なんかもう贈り物をあげるっていうその一つの本当じゃない。確かに。したみたいな。でも勘違いしちゃったみたいなことが。あれこれだけのあれなのかみたいな感じで言ってましたもんね。あそこね、すごい難しいですよね。ストレートに受け止めるのがそう。俺だそこであんなに直接しかもつけて。そうですね、そうですね。覚えてます。覚えてます。そう、しかもこのねネックレスのくだり2回やりますもんね。ありますね。そう。ネックレスに縁があるんですよ。確かに。良かったですよ。もうキュンキュンしました。なんか同じ人に質問したね、どうでしたか？だからやっぱされた時改めて。確かに。番組見て改めて自分は鈍感だなっていうのはめっちゃ思いました。自分で見てもちゃんと気づけなくて。それってでもそれもちろんでも亮太さんだけだけど、なんか客観してみたらあれ自分って鈍感だなみたいなってみんな思ったかもなって。確かにみんな思うかもなって、それ客観的にカメラで捉えられたら、あれこんなことに人って気づけないのみたいな。確かにのってみんなありそうな気するんですよ。言っちゃったわ。ね、みんな多分こんなに客観視することないじゃないですか、カメラに捉えて。そこがやっぱ台本がないというかリアリティだなって思います。やっぱドラマとか見てても気づけよそことこうだろうみたいなのあるんですけど、
こうやっぱ一こう第三者から見ても確かにこれでなんで気づかないのみたいな感じがもう本当リアルな気持ちなのかなって思いますね。だそこが伊賀さんにとってはここがそうですね、ここが今回本編のあってその後に未公開シーンっていうのがたくさんこう出てでそこでやっぱりこの視聴者のさらに未公開シーンから外にまた広がっていろんな未公開だから言えたのか本編に入れた方がいいんじゃないかみたいなそれが LGBTQ のもっと啓蒙した方がいいみたいないろんな声があったと思うんですよね。っていう中でそこでこう英語字幕つけてくれみたいなそこからより盛り上がっていったんですよね。もっと見たいもっとたくさんの人見たいみたいなところもあったと思うんですけど、これがなんか放送を終えて、配信全部終わった中で、なんかこうこれからさっきギュテさんがおっしゃってたことだと思うんですけど、なんかもうさらになんかこうなっていったらいいなみたいなところを、なんか改めて皆さんでなんかあれば話したいなとギュテさんも改めてなんか。ひとまず続編が出てほしいなというかシーズン2が出てほしいなっていうのは全世界中が思ってると思うので僕はここでカメラをお借りして言っておくんですけどシーズン2待ってます、はい、社会に与えた影響って本当に大きいと思っていてこのボーイフレンド自体がなんか話題の中に男性同士の恋愛の話題がこんなにも上がることってほとんどなかったと思うんですよ。たまたま道歩いてる時に横で歩いてる人たちの会話がこの会話したりだったりとかなんか意図せずしないところでボーイフレンドの話題がすごいいろんなところで盛り上がってるところを見るとすごくなんか生活にこう根付いていってる感じがすごくするのでなんかまだまだこう保守的なところが少し残ってる部分もあると思うのでそこがどんどん変わっていくんじゃないかなって思いますしもっと理解が深まればいいなってシンプルに思いますかね。で大きな、ね、いろんなきっかけ今まで本当あったんですけどね、でもやっぱこの形式だから伝わる層がいれば、なんか人がたくさんいるなっていうのをだからやっぱ僕本当に思ったってここの層にどうしても今まで伝えられなかった層みたいなのが、この番組の形式だから刺さるんだみたいなこと伝わるんだっていうのが、なんか反響とかいろいろ見て僕の知人もそうなんですけど、なんかそういう反響みたいななんか最初にも聞いたのとちょっと似ちゃうんですけどなんかありましたか皆さん。やっぱしゅんさん第3じゃないですかねこの質問に関しては出演されて一番変わったなってことは変わったことは、なんか自分の恋愛が、こう誰かに勇気を与えるなんてことは人生で一度も経験してないし、この間初めてファンミーティングをやったんですけど、拝見しました。ありがとうございます。その時もなんか僕らがただ僕らであるだけなんだけど、それが誰かの幸せにつながってたり、なんか笑顔につながって、であわよくば勇気にもつながってたりして、なんかなんだろう本当この環境このシチュエーションを僕らに与えてくださった方々には本当に感謝してるし、ありがとうって言ってもらえるファンの皆さんに、ありがとうって僕らもたくさん勇気をもらってて、やっぱり不安になることとか心配になる時あるんですけど、そういうあったかい声を聞くと大丈夫って思えるから皆さんにもありがとうと伝えたい。すごいもっとファンになっちゃいますファンミーティングの映像を見た時に客席ほとんど女性じゃなかったですか？そうです。それが僕すごいなんか新鮮で、その男性同士の恋愛を見てキャーってなってる女性っていう構図がすごい新鮮で、僕もメイクの配信してたりする時に女性のファンの方がたくさんいらっしゃるんですけど、男性がメイクしてるところを女性が見て湧いてくれてる感じがすごい、客観的に見たらなんか特殊な光景に思えてくるので、それがすごいなんか進んでるなっていう感じがしましたし、そういったなんかエンパワーメントっていうんですかね、なんか恋愛をこう発信してそれを受けた方が影響を受けて何かこうマインド変わったりだとか気づきがあるっていうのはすごい素晴らしいなと思いますね。やっぱその連鎖していく感じっていうのが、多分まさに池田さんおっしゃったじゃあ続編作ろうってなった時に、本当にボーイフレンド見たからっていう人が多分増えると思うんですよね。これが本当にあれってなんか外に出るのみたいな思
思ってることを、多分いらっしゃると思う。まさに大セントみたいなその一歩目って結構出会うの難しいと思うんですよね。でもこんなに開けた、特にネットフリックスっていうプラットフォームでできてるってすごいことだなって本当に思いますね。ちょっと別の軸なんだよ。優作さんとかって逆に前にすでに出てた方じゃないですか。まあ表というか、表の仕事で亮太さんもそうだと思うんですけど、なんかこうその中で改めてこれ出て変わったみたいなことあったりする。確かにそれ結構気になるんですよね。女性の方でゴーゴーショー見てみたいみたいな方がすごい増えたというか、お客さんでもすごい見に来てくれる方が増えてると思います。そうなんだ。今までやっぱり違った。やっぱりそのゲイカルチャーの中の職業だったので、やっぱり男の人がお客さんとして多いんですけど、それがなんか今女性の方が興味を持ってくれて、なんかこうショーを見に来てくれるっていうのは、僕は本当に嬉しいです。素敵。広がってる感じがしてすごい。それってやっぱすごいですよね。ゴーゴーボーイっていう職業からしたらすごいことですよね。そうですね。女性のお客さんがいらっしゃる方ってあんまり見かけないというか、男性向けにというか、対男性に向けてしてるなんかパフォーマンスってな気がしてたので、そうなんか本当にそこの枠だけでっていう感じを持ってたんでずっと、なんかそれが嫌だったんですよ。でもなんか本当にストレートの男性もかっこいいって言ってくれたり、もちろん女性もかっこいい見に行きたいって言ってくれたりするのがすごい僕は嬉しいです。海外ではね、女性がゴーゴーダンサー見に行くっていうのはよく見てたけど、日本では本当にそれって見なかった光景だから、社会のね大きな変化を道を切り開いたのなって思う。嬉しい。テホさんとなんか他あったりしました？終わった後の反響周りの。20代は海外を転々してたので、今は連絡取ってなかった人たちから連絡が来た。アメリカとイギリスと、本国に帰った他の留学生たちも、なんか世界各地の友達が見たよって多分10年ぶりに連絡してくれた友達もいたので、そうですね、周りから今話題になってるよって話聞くたびにちょっと鳥肌立ったりしました。古い縁も呼び起こすっていう伊藤さんは最後なんかありますか？最後ですか？反響というか変わったこと。フォロワーでこう立てるのはあまり良くないと思う。良くないというか、そこまでこうあれかなと思うんですけど、僕が一番こう少ない中で最初800人とか、つながったとしても800人とかだったんですけど、なんかその中でもやっぱりこう僕たちを見てくれて何かに勇気づけられるだったり、また恋愛を一回挫折したんですけど、もう嫌になっちゃったんですけど、勇気が出ましたっていう声が結構僕も DM とかでいただけるので、そういうところはやっぱりこう誰から何かになれるとか、それがさらにいろんな輪を生んで世界が幸せになる、もうアラン君方式じゃないですけど、みんながハッピーになるみたいなのがもう巻き起こされて嬉しいなと思いますね。直接来るんですね。そんなあと5時間ぐらい喋りたいんですけど、ちょっとそろそろお時間となります。ちょっとさ、いろいろお聞きしましたね。ギュデさんどうでしたか、この回。ファンの方から見てももう取れ高しかないと思いますよ。笑いあり涙ありすごいいろんな話聞いたので僕も楽しかったですし、見てる方もよりこう理解が深まってまたもう一周しようかなとかする方が増えるかなと思いますし、ボーイフレンド自体もすごくまた広がっていくかなと思うので、すごくいい機会だったかなというふうに思います。もうね、池出さんは先ほどおっしゃった通り続編も期待しつつ、はい絶対に作ってください絶対に作ってくださいめっちゃ言うやん。めちゃめちゃ言う。綺麗。とりあえず綺麗。はい、ということでボーイズの皆さん、そして池出さんありがとうございました。ありがとうございました。ボーイフレンドもう一周してね。もう一周してね。3周はして